ャカジャファルコンゾン千秋です。安藤です。今日はディズニーランドでショーの最中に子供を肩車するのはマナー違反かどうかという論争が起こっているっていう件について話していきたいんだけど、もともとが X 上のポストで、小さい子が一生の思い出になるリーチフォーザスターズが見れたらならいいけど、親はもう少し後ろの人のこと考えてほしかった。肩車はちょっときついなっていうポストが投稿されたんやけど、それに対して子供のためだし、肩車ぐらい許そうっていう派と、マナーは守れっていう派が分かれとって、俺もこの映像見たんやけど、確かにこのシンデレラ城に映るプロジェクションマッピングが施してある映像やったから、子供の肩車しとる映像で、後ろの人はシンデレラ城に映っとるマッピングってのは見れてなかったんよね。だから、確かに言われてみれば、子供は邪魔しとるっていう風に捉えられとってもおかしくないよね。子供が邪魔しとるっていうか、親が子供肩車してるから、親が邪魔しとるってことやんな、要は。そう。インフルエンサー滝沢ガレソもこの件について取り上げとって、その中でアンケートで、このように前方に肩車された子供の姿を、独身で子供だし許す、独身でマナー違反許さない、で既婚者で子供だし許す、で既婚者でマナー違反許さないっていう4項目あって、で一番多かったのが 30% で独身で子供だし許す、で次 26.5% で独身でマナー違反許さない、で次既婚者の子供だし許すっていうのが 18.5% で既婚者でマナー違反許さないっていうのが 25% っていった形で、ほぼ 50% 分かれとんのね。若干許さないっていう方が多いかなっていうぐらいで。これ、でも独身と既婚者で、今僅差ではあるけど逆転するんやな。独身は許すっていう方が多いけど、既婚者は許さんっていう人の方が多いんやな。本当やな。で、このアンケート、子供だし許す独身が一番多いっていうのが意外やったな。既婚者の子供だし許すは 18.5% やから、10% 以上既婚者の方がこういうのに厳しいっていう認識やな。マナー違反やなっていう。このパーセンテージは独身と既婚者はごっちゃになったパーセンテージやからあれやけど、でも子供がおるかおらんかわからんけど、結婚してる人の方がな、こういう子供が絡んだマナーに対して厳しいっていう結果が出とんだよな。同じ子持ちとして同じ目で見られたくないからっていうのもあるかもしれんけどな。ちなみにどういう声が出とんのこれ。許す派と許さん派で。例えば、肩車許そう派とかやったら、大の大人が何文句言ってんだ。子供に見せてやれ。とか、肩車禁止なんだと思って調べたら、公式サイトにはそんなこと一言も書かれてなくて、びっくりしたっていう、ディズニーとしては肩車は禁止っていう名文はないみたいなよね。ディズニーはいつまでも子供のための遊園地だってほしいとかっていう意見もある。で、逆にマナーを守れっていう派は、子持ち様って本当自分のことばかりで他人のことは考えないよねとか、親がやっぱり叩かれとんな。これやから子持ち様はっていう感じか。他人の子供の思い出なんか知らんわっていう人もおるわな。言ってしまえばそうやな。でもやっぱりこういうのって子供がというよりも親がそういうモラルの問題やと思うよね。まあそうやろ。子供に別に罪はないやろ、これは。シンデレラ城がメインとなるマッピングに肩車して見れんくなったっていうのもあるし、例えばその肩車とかじゃなくて抱っことかさ、おんぶとかで親の目線の高さとかに子供を合わせるんやったら、ここまで文句は言われてないんかなとは思うけどな。そうやな。でも、許せん人の気持ちすごいわかるけどな。だって、みんな同じお金払って入っとってさ。まあな。で、前の人肩車しとるから見れやんだってなったら、まあ熱狂的なファンやったら怒るわな、そりゃ。確かにな。それが遠くから年に1回しか来れんような人もおるからな。その時これを見に来たっていう人にからしたらたまったもんじゃないわな。ただ子供は姿勢が低いから肩車せんかったらまあ何にも見えずに終わるっていうのもあるわな。確かにな。でもルール違反じゃないからな。マナー違反ではあるけどな。ディズニー側が注意するか、いっそ子供だけ前に出すとかな。優先的にな、子供はもう前に来いよみたいな感じで誘導するみたいな方法取らんと解決せんよな、こんなん。確かにそのあたりは、これを良しとしてしまったらな、次からもうみんな肩車して見るとかそういう人も出てくるやろうし、どこかでルールを明確にした方がいいよな。そうやな。特にディズニー界隈ってこういうの結構厳しそうやん。厳しい。ディズニーってさ、よくわからん暗黙のルールがいっぱいあるみたいでさ、そもそも肩車もマナー違反やけど、最近知ったんやけど、カチューシャとかするのもマナー違反なんやな。パレード中は。邪魔になるから。そう。カチューシャするのマナー違反なんやったらもう肩車なんて絶対あかんよな。そうやな。カチューシャでそんな言われるんやったらなおさらやな。でも、明文化されてないから知らんわな。そんな初めて行く人とか。そんなんいちいち調べてない人は。特にもう俺らなんて数十年ディズニー行ってない人間からすると、ディズニーの
当たり前の行為が俺らに分かってないから。ディズニーオタクのことを略して D オタっていうらしくて、ああ、はい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 。D オタ界隈では当たり前とされてるルールが結構あるらしくてさ、暗黙のルールなんやけど、例えば SNS で Twitter とか X でハッシュタグ TDRNOW っていうタグをつけて投稿するときは、客観的で、なおかつ速報性のある情報共有じゃないと投稿したらあかんっていう暗黙のルールがあるらしくて、何それ。例えば何かのアトラクションが今、風が強くて中止になってますとか、はいはい。今どれぐらいこのアトラクションに街がありますみたいなのを投稿するのはいいんやけど、うん。普通に感想ツイートはダメなの。TDRNOW っていうハッシュタグをつけた上で、楽しいみたいな、楽しいこと、状態を共有するみたいな、もう誰のためにもなってないような、有益性のない情報共有はアウトらしい。そんなの投稿すんだっていう暗黙のルールがあるらしくて。いや、そんな知らんわなって感じやんな、こっちからしたら。それだけじゃなくて、出会い目的で SNS 上でそういう動きを見せたりするとみんなでブロックするとか、怖っ。ホテルミラコスタで宿泊してるときに、おう、ミラコスタ。うん。部屋の電気を消してライトを使って手を振るとか、そういうのも禁止されてるとか、知らんかったらやってしまいそうな感じやけど。確かに。良くも悪くも熱狂的な人が多いってイメージやな。鉄オタみたいやな。撮り鉄とかでもさ、前の人は三脚立てたらあかんとかあるもんな。ディズニー界隈のそういう暗黙のルールは怖いなと思うけど、こういうのをさ、許さん人たち、既婚者、子供がおって、おる人が許さんっていうのは、自分たちがそういうさ、厳しい目にさらされてきて、それを我慢してきたから、許せやんっていう人が多いんじゃない？っていうのもあるかもしれんな。電車でさ、ベビーカーを畳むか畳まんか問題みたいなのもあるやん。あれと一緒やと思うよな。はいはい。満員電車とかバスとかで、ベビーカーを畳まんのは迷惑やとかいう問題があって、ベビーカーを畳まん人に対して厳しい目を向けるのは、もともと子育てを経験してきた人たちが多いっていう傾向があって、子供に厳しいというかマナーに厳しいからな、ジャパンは。確かにな。今回のディズニーに限らずやけどさ、前の人が邪魔で物が見えやんとか結構あるよな。あるな。それこそさ、フェスとかもそうやしさ、身長がさ、低い人は後ろ行ったらさ、何も見えん状態で楽しまなあかんっていうのはあるよな。そうやな。目の前に背が高い人がおったらもう絶望やんな。そうそうそうそ肩車しとるやつがおるせいで見えへんっていうやつに対して、そこに文句言うんやったらもっと前もってな、場所を取って前の方。う。っていう意見もあるよな。ちゃんと場所取ってないお前が悪いやろっていう意見もあるんよ。あったあった。それも一理あるよな。子供がおるっていうのは分かっとるんやからさ、肩車するやつがおるっていう前提では動いてないと思うけど、しっかり見たいんやったら前の方に行けよっていうのはあるよ。確かに。結構だから厳しいんやな。カメラを頭の上で構えたりするのもわかんぐらい、ディズニーは結構厳しいん。それは明文化されてるらしいけど。そうなんや。じゃあやっぱ周りの人、後ろの人に対する配慮っていうのは、マナーの上では必要というわけやな。あと、普通に危ないやろっていう意見もあったな。子供肩車すること自体が。確かに映像を見ても頭一つ抜けとるからな。隣のやつが肩車したりしとったら、怖えもんな。倒れてきたりしたら。確かに。でも確かにな、これを許してしまうとな、再現なくなるし、子供ってじゃあ何歳までいいんやっていう話にもなってくるし、もっと言えば子供は許されるって言うけどさ、背が小さい女性とかな、もうおるからさ、確かにな。そういう人はいいんかっていう話もなってくるよな。そういう問題も出てくるよな。だから、肩車わかんのっちゃうかやっぱり。てか、肩車せな見えやんような場所しか取れてない親が悪いんじゃない確かにな。子供にさ、見せてあげたいんやったらもっと前取っとかなあかんわな、その親が。これも指定席とかじゃないやろうしな。で、その後ろの人を犠牲にしてさ、自分の子供だけよく見えるようにするっていうのは、親のエゴやんな。で、親も一応親なんやからさ、乗せたら周りの人が邪魔になるとか、後ろの人が見えやんなっていうのがなんでわからんのかなとは思うけどな。確かにな。それも自分の子供さえ良ければいいんかみたいなスタンスでおるんかもしれんけど。少なからずその、子供やから肩車してもいいやろっていうおごりがあったんじゃないかって思われてもおかしくはない。しょうがないよな、それはな。確かに。だから俺もこの件に関しては親が悪いと思うな。ディズニーランドもな、子供のための施設だから子供を優先するべきやろっていう声もあるんよな。子供に夢を与えるためのテーマパークなんやから許したれよっていう声もあるんやん。でも結構大人多いもんな、ディズニーランドなんてな。大人だけで行く人の方が多いんちゃうかな。大人も楽しみたいっていう意見もあるからな。子供と大人で倍ぐらい値段に差があるけどな。ディズニーがもうこれを許してしまうともう大人来んなって言ってるのと
本拡大解釈、そういう風に拡大解釈できるけどな、もう。確かにな。これこそお金、ファーストパスみたいなのあって、本当にショーが見た人は優先席取れるみたいなのあったら、それはそれでお金の問題なのかっていうのはあるけど、お金出してでもいい席で見た人は見たらいいんじゃないかとは思うけどな。そうやな、花火大会みたいにな、いい席は金がかかるようにしてな、そういう風にしてもいいかもしれんよな。金が物を言う世界やろ、こういうのビジネスなんやから。だって実際ファーストパスとかさ、今も全部お金払って、ディズニーとかは優先乗るんやろ。そうやな。その方が健全やな。それがないときはだって開園でダッシュしたりしとったわけやろ。元も子もない話ではあるけど、ディズニーランド好きな大人の気持ちがよくわからんけどな、俺は。ディズニーランドおもろいか？過去の動画でも話題にはしとんねんけど。ディズニーを面白いっていう大人男とは友達になれんかな。ディズニーが好きって言っとる大人の男は少なからず女子受けを気にしてそうやって言っとる節がある。少なくとも俺には理解できんな。精神的に成長できてない人なんじゃないかっていう。子供の時から趣味思考が変わってない。あんまり成長できてない人なんかなっていう。で、今回俺もこのさ、記事見て調べてさ、ディズニーのこのパレードの人の多さ見たら、それだけでもういいかなって思ってしまったわ。あんなに混雑するディズニーまでして行きたくないな。そうやな。そこまでしてでも行きたい人がおるからでも、あんだけ人気なんやろうけどな。1万円払って朝から並んで、で夜はパレード見てプロジェクションマッピングを肩車に邪魔されてな。そんな思いしながら帰路に着くんやで。俺は一日何しとったんや感があるけどな。って言っとると D 界隈にまた叩かれるからほどほどに。子持ち様は子供ならちょっとは許されるやろっていう気持ちを持っとる人がやっぱ一定数おるからさ。子供をまあ一人の人間として扱って平等に。子供ファーストっていう形で盲目的なところがあるから、それはそれでどうかとは思うけどな。子持ち様は。これは子供やから論争になっとるけど、もし大人の女性とかを肩車しとったらもう誰も許してくれやんからさ。そうやな。子供やから賛否がある話やけど、大人はまずいやろ。身長の問題でだって子供の肩車するっていうのは。そうそう。子供が見えんから肩車して見させてあげようっていう親心よ。子供が身長何センチぐらいか知らんけど、子供みたいな身長の人もおるからね。これが、例えば彼女とかにやっとったらそれはもうバカップルですよ。叩かれて叱るべき。背が高い2メートルぐらいある人がおっても、それは文句言われやんってことやもんな、でも逆に。それはもう、その人を否定してしまうことになるからな。我慢するしかないか。我慢するしかない。それはしょうがないで済む問題じゃない。今回はわざわざもう一人分、大の大人の上に子供を乗せたことで、マッピングが見れんくなった人の恨みつらみやからさ。子供に楽しませたい気持ちがあって頑張るのはいいけど、周りに迷惑になるようなことはしたらあかんわ。確かに。本人も悪気があってやろうと思ってたわけじゃないけど、もうちょっと配慮があるようにすべきやったとは思うけど。そんな感じで、じゃあディズニーランドでショーの最中に子供を肩車するのはマナー違反かどうかっていう論争が起こっている件について話してみました。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。